そんなスーパーマンってどこにいるんだっけみたいなのがまだ回答がないので、育てる前提ですよね。つまんないなって思う気がないですね。暇だながないです。息継ぎするの忘れちゃうんで。実はおこがましい言い方ですけど、一つ一つの IT ツールにはそんなに期待をしていないんですね。たかが一ユーザーが期待したとて、市場が育たないとプロダクトは育たないので、あまりそのプロダクトには期待していない。なのでプロダクトは自然と成長していくだろうし、そのプロダクト自体が認知がされていったら自然と機能もアップされていくので、そんなに僕のような人が期待しても勝手に育ってくれるだろうと思ってる。ただ隙間が埋まらないんですね。セールスマーカーとセールスフォースとか、センドアウトハブスポットとかって絶対溝が発生しちゃうので、この溝を埋めるときにフライクがちゃんと自社のビジネスとか、あとお客さんにこういう風な使い方してるんですけどどう思いますとかっていうのを結構こうおしゃべりでお話しするので、その時にこれこういう風な使い方できたらいいねみたいなことを自分たちでシステムで API 使ってゴリゴリやったりとか、見栄えが整っていない時にはもう自分たちの画面を作ってちゃうんですよね。例えばフリーフォーセールスフォースってあるんですけど、フリーとセールスフォースをセールスフォース上から請求書を送るみたいな機能があるんですけど、あれちょっとあんま好きじゃなくて細かいところできないので、なのでもう自分たちで請求書1長め作っちゃおうみたいなのをやったりするので、自社開発をしてツールとツールの狭間というか隙間を埋めていく活動を自分たちでブラッシュアップしていって、その良かったところとか改善ポイントとかここで失敗したみたいなのを YouTube にコンテンツとして仕立ててアップロードして、それを見たお客さんとか見込み客からこれこういう風に使いたいんですけどできますかみたいな知恵を拝借してお客さんの環境で実装して自分たちの環境でも良くするみたいなことをやっていこうかなとは思ってます。めっちゃ理想なんですけど、そんなスーパーマンいないと思っててそうですね。なので僕はそのわがままであってほしいなってすごく思ってて、多分うちの会社で一番わがままなんて僕なんですよね。これしたいあれしたいっていうし、動画の編集にも一番こだわりを持ってるからいつもフィードバックするしなかなか進まないんですけど、自分自身の成果を上げる時に、例えばセールスであればここがこうなってないから成果が上げづらいんですとか、スタックしてしまってるようなところの原因をなんでこうなってるかなみたいなところを突き詰めて、それがツールのせいなのかツールとツールの隙間のせいなのか、全く違うツールを入れてないせいなのかみたいなことを自分自身で考えて新しいツールを入れて PDCA 回していくみたいな、自分自身の成果を出すために足りない要素っていうのをしっかり考えれる人っていうのがいいなと思う。一方でお客さんにっていう風な観点で言うと、それは社内の努力だと思ってて、社外のプロジェクトをやってるメンバーとセールスをやってるメンバーってどうしても役割が違うので、接してるお客さんの属性が異なるんですね。見込み客には受けがいいけど既存顧客には受けが悪いっていうのは、ここの中の同士の人たちが話せばなんとかなるはずなので、ちゃんと社内の中でアウトプットして改善をしていくっていう風な研究開発、社内プロジェクトを回していくことによって、その、衝突はするんですけど、衝突はしながらもいいものに仕立てていくっていう観点の社内の努力っていうのを逃げない人だったらいいかなって思います。うち研究開発をしたい内容をずっと貯めていってるんですけど、多分頑張ってあっても 2年ぐらいかかるんですよ。シンボリっていう超スーパーエンジニアがいるんですけど、彼がやったとしても 2,3 年かかる内容なので、そのスケジュールに入れる作業しなくちゃいけなくて、あとそれを完成した時って今から 2,3 年後になってたら多分それってもう遅れてるんですよね。なので最新のものとか今ローンチすることによってお客さんの反応がいいものとかっていうのをしっかり見極めなくちゃいけないので、例えば今だったら爆落請求書受け取りとか、爆落シリーズの問い合わせ結構多いんですよね。そういったものをちゃんと時流を考えながら開発をしていかないと、一昔前のツールができちゃうみたいなところだと思うので、シンボリとそのスケジュールを戦いながら、ただ今年の8月2025年8月からは社内のシステム研究開発だけの業務委託メンバーを採用してですね、100時間社内の研究開発だけにやってくれるっていうメンバーを採用してて、1200時間なので、まあまあ進むんですよね。進みますね。
本当嬉しくて、スプリントって言われる3ヶ月に1回のサイクルで回していって、そのメンバー以外にも業務委託のメンバーがいて、その人が動いてくれる時間が100時間。で、それぞれに40時間ぐらい、40、40、40割り振ってるので、一つのプロジェクトだけでなく3つのプロジェクトが同時に走るみたいなことなので、一つの研究開発のものを深く掘り下げることもできれば、それぞれ違うツールを並行して3つみたいなこともできるようになるかなっていう感じです。お客さんがやるって言ってくれたら一番早いんですけど、社外のプロジェクトなんでコスト確保しやすいので、ただ社内はなかなかできないので、シンボリとかその業務委託の外部のメンバーと、いやこれ先がいい、いやそうするとこっち飲みます、いやそれも困るみたいなやり取りを押し問答をしながらやってます。すぐに解決できないので、そのツールのアップデートは、今はこれは手作業仕方ないけど、4ヶ月後5ヶ月後にはちゃんとツールの中で完結できてるみたいな夢をお客さんにも見せながら、自分も期待しながらそのアップデートを待ったりとか、妄想癖だと思ってて、妄想する力、仮説思考とか言ったりするんですけど、例えば男性が女性をデートに誘う時って、デートプラン考えるじゃないですか。例えば自宅から駅まで行って、駅集合する前には、じゃあ飲み物買っといてとかってデートプラン考えるじゃないですか。なんかそれと結構似てるなと思ってて、なんか人を喜ばせるためには事前準備って結構するじゃないですか。その時お客さんの入れてるツールを知ってたりとか、お客さんが見てるホームページ、うちのホームページとか、あとは検索しているそのインテントデータの情報とかもしっかりした検索した上で、多分お客さんここに詰まってるだろうなとか、こういう風なことを解決するとビジネス伸びるだろうなみたいなことを妄想できる人、なのでデートプランを考えれる人、事前にそういうタイプと、ちょっとわがままかもしれないんですけど、あとは突発的なことが起きても対処できる人、それも事前準備なんですけど、例えば今日はディズニーランドに行こうって思ったら雨でした、デート延期するってなったらちょっとしょんぼりじゃないですか、なのでなんか映画館に行く、水族館に行くとかって2つ目3つ目って考えるじゃないですか。それをなんか商談の中でお客さんが調べてなかったこととか、このフライ側が事前準備できてなかったこともさらって言われた時に、これこういう風なことですよみたいなことをパッパッパって言える瞬発力みたいなところもいるので、SaaS 経験者かつその無形商材を売ったことあるような人の方が向いてるだろうなとは思う反面、そんなスーパーマンってどこにいるんだっけみたいなのがまだ回答がないので、育てる前提ですよね。フリー時代に商談の結果ってほぼ8割9割がその事前準備で終わってるって話をすごくされて、事前準備に多分1時間の商談に対して初め1時間半とか2時間ぐらいかけて事前準備してたんですね。お客さんの書籍も読む、X も見る、Facebook を見る、LinkedIn 見る、ホームページの代表取締役のコメント見るみたいなことをちゃんとやった上でお客さんと話しましょうみたいなのを、僕がいた当時はそのルーチン化してて、それをやるから福岡のとあるお客さんで、ミスチルが好きっていう人がいたんで、ミスチル分かんなかったんで、それで姉ちゃんにミスチルの CD 借りてちゃんと聞いて、僕これ聞きましたって言ってちゃんと商談受注したのを買って、そんな感じでなんか妄想できる人とか、事前準備できる人とかってその積み重ねだと思うので、瞬発力も大切だけど事前準備をしながらなんかワクワクできるような人っていうのがいたらいいなって思いますけどね。お客さんがうちのファンでいてくれるっていう時に、良くないやり方って上からこうやるべきだっていうのはあんま好きじゃなくて、そのフライクのその会社の由来であるフラッとかフランクの関係性ってお客さんと対等っていうことなので、となるとお客さんがフライクのファンでいるっていうことは、その段階でフライクもできる限りお客さんのファンになろうっていう事前準備が必要だと思ってるんですね。なのでちゃんとホームページを見たりとか、企業の社長とかその出てくる方のお名前で検索して出てくる情報はなるべく調べるみたいなことは必ずは今でもやってますね。まずそのお客さんになんか幸せになってほしいとか、システムで成功してほしいっていうのは大前提あるものの、
自分自身が幸せじゃないとそれ提供できないと思ってて、例えば僕の嫌な経験で言うと、僕サラリーマン時代に富士通から転職した後って年収350万だったんですね。まあまあ低かったんですけど、その時にお前土日にボランティアしろとかって結構言われてたんですね、上司に。そんな余裕ねえよって思ってたんですね、その勉強したりとかに。でそれが終わってフリー時代にちゃんと給料がちゃんと高くなった時には、熊本の地震があった時とかっていうのはそのボランティアに行ったりとか、誰かに対してギブはできるようになったんですけど、お金がないとか幸せにならないと他人に幸せは配れないと思ってるんで、まずフライクで働く人が幸せであるっていうのは大前提なんですね。で先ほどお伝えしたように、福利厚生の中で一番最も重要なのが給与なので、うちで働いてるメンバーの平均年収を1000万にしたいっていうのがまずあるんです。1000万を平均にするっていうことは約3倍の生産性を1人当たりもやらなくちゃいけないので、3000万の生産性なんです。今日本の生産性が857万とかだったと思うので、約 3.5 倍とかで考えると、より良いことしないと、より効率的なことをしないとそれは実現できないので、3000万の価値が提供できるようなメンバーにする。そうだったらお客さんにもおのずと幸せなシステムとか、お客さんのビジネスに価値提供ができると思うので、そういう風になってほしいなっていうのがあるので、まず社員が幸せに働ける、楽しいとか、自分がやってることがお客さんにも役に立ってる、社会的にも意義があるみたいなことを感じてもらいたいなっていうのがあって、その先にお客さんのシステム導入成功率が 100% になればいいなって思ってるっていう感じですかね。なので多分システム連携組み立て図のセールスフォースの使い勝手はどの企業よりも一番良くしたいっていうのは多分そこに現れてるんじゃないかなってお話しながら思ってて、なんかお客さんのセールスフォースの環境がかっこいいと悔しいんですよ。そういう使い方あったかみたいな、参ったなーって最近感じないんですけど、参ったなーって思うのをなるべく感じないようにしたいので、なるべくうちの環境を一番良い状態にして、サンドボックスの環境でお客さんにデモをした時にこれがやりたかったんですって言ってもらえるような環境にしたいなっていうのは、その自分たちの生産性を高めるためでもあり、お客さんにその価値が提供できるようにセールスソースの環境をきれいにしたいみたいなのはあるかもしれない。僕がですね、この会社を作った理由って、SaaS ツールを売るのに飽きちゃったんですね。すっごいおこがましいですけど、6割7割ぐらいの力で平均点が取れるようになっちゃって、8割頑張ったらトップセールスになるみたいなのって、世の中に貢献してない感じがあって、もっと頑張るよって思ってたんですね。転職をしたいなと思った時に、いろんな IT ツールベンダーを探したんですけど、ビビってこなくて、なんでビビってこなかったかっていうと、お客さんの経営にインパクトのあるシステムツールってないんですね。単体でしかないので、それをちゃんとお客さんに必要な IT ツールを提案してお客さんの成果にコミットできるっていう環境ってないなって思った時に会社作ろうって思ったんですね。なのでなんか IT ツールを売るの飽きたなとか、なんとなく手抜いててもそれの平均点も取れるし、目標も達成できるけど、なんか本当にこれって自分の幸せなんだっけとか、なんかもっと成長したいなって思う人がいたら、なんかフライクって新しい環境はお勧めできるかなって思います。フリーに入る前って、そのセールスフォースの代理店にいて、そのセールスフォースさんの売ってる金額とか見ると、もう全然ダメだなと思って、セールスフォースに転職しても多分中の上か、上の下だなって思ったんですね。ただフリーに入った途端に半年間でセールスの一番になって、その後にマネージャーになったんですね。どこ目指せばいいんだろうって。で社内の中で話しても別にそれしなくてもいいよとかいう人たちがいて、なんかもったいねえ、もどかしいなと思って、フリーっていう会社の中に求めるのやめたんですね。で、副業というか個人事業主で開業して、コミュニティ立ち上げて、福岡で IT ツールのコミュニティを立ち上げてて、で、それで話をしたら、そこの方が面白くなっちゃって。なのでフリーを働きながら個人事業主にやるってなった時に時間がもう全然足りなくなっちゃったんで独立したっていう感じなんですけど、つまんなくなった人がちょうどいいと思います。つまんないなって思う日がないですね。